コンわさビーム日本語 V ティーチャーのわさびです。今日はあげます、もらいます、くれますを勉強します。みんなよく間違える動詞なので、この動画を見てマスターしましょう。あげます。私はあげます。私はプレゼントをあげます。私は妹にプレゼントをあげます。あげますの時、プレゼントはまだ私のところにあります。私は妹にプレゼントをあげました。あげましたの時、妹のところにあります。もらいます。私はもらいます。私はプレゼントをもらいます。私は姉にプレゼントをもらいます。もらいますの時、プレゼントはまだありません。姉のところにあります。私は姉にプレゼントをもらいました。この時、私のところにプレゼントはあります。主語が私じゃない時です。佐藤さんは山田さんにプレゼントをあげます。山田さんは佐藤さんにプレゼントをもらいます。私じゃない人と私じゃない人のアクションを説明するときにも使えます。でも、佐藤さんは私にプレゼントをあげます。あげますは私には使えません。くれますを使います。佐藤さんは私にプレゼントをくれます。くれますは私じゃない人から私の家族が何かをもらうときに使います。では、誰かが私にプレゼントをするとき、もらいます、くれます、どちらを使いますか？これは誰のアクションを説明するかがポイントです。私のアクションを説明したいときは、私はもらいましたを使います。プレゼントした人のアクションを説明したいときは、くれましたを使います。助詞を変えます。山田さんはくれました。山田さんがくれました。はをがにします。はとが違います。何が違いますか？そうですね。はジェネラルです。がはスペシフィックです。がを使うと A さん B さんではありません。C さん D さんでもありません。山田さんです。山田さんがくれましたというニュアンスを伝えることができます。私にくれる人は一人ですから、くれますを使うときはよくがくれますを使います。私があげました。私がもらいましたも使えます。でも、私がを使うと他の人は違います。他の人はあげません。他の人はもらいません。私だけですと私をすごくアピールする文になります。気をつけてください。佐藤さんにもらいました。佐藤さんからもらいました。にをからにします。からはどんな意味でしたか？そうですね。からまでのからです。スタートポイントが佐藤さんです。そしてゴールが私です。
誰からどこからそのものが来たのか、スタートポイントを伝えるニュアンスが強いです。これは会社や学校、国など一人の人ではなく組織、オーガナイゼーションとセットで使うことが多いです。会社から給料をもらいました。学校から本をもらいました。国からマスクをもらいました。もちろん、父から時計をもらいました。と言っても OK です。最後に、自然な日本語で話すテクニックです。山田さんは私にプレゼントをもらいます。皆さんはこの文をどう思いますか？この文はきれいな文ですか？そうですね。これは間違いではありません。でも変な文です。山田さんは私にプレゼントをもらいます。文の中に私がいます。つまり私はあげます。山田さんにあげます。プレゼントをあげます。私のポジションから話した方が自然です。私は鈴木さんに時計をあげました。弟は私にお土産をくれました。私は先生にペンをもらいました。私は先生からペンをもらいました。それは兄が私にくれた本です。それは私が兄からもらった本です。あげます、もらいます、くれますの違いはわかりましたか？この動詞はもっともっと便利な使い方ができます。続きは新しいビデオで紹介するので、チャンネル登録をして待っていてくださいね。それでは次のレッスンでお会いしましょう。おっつわっさビーム